世の中に言いたいことがある。みんなマジでとりあえず防災リュック準備すればいいと思ってるやろっていうところですよ。とりあえず避難といえばリュックやろみたいな。避難といえばリュックやろ、備蓄といえば缶詰やろみたいな人が多すぎるので、リュックが必要な人は避難が必要な人。で、避難が必要な人は誰家が壊れる人でしょっていうね。そういうことですよ。リュック買えばいいんじゃないですよ、とりあえず。だから、とりあえずやることがまずその前にあって、リュックを買う前にやることがあって、まずは自分家にどんな危険があるかを調べるということです。で、それでまずやってほしいことがこちらでございます。ダダン。重ねるハザードマップというものがありまして、まずこれをやってください。で、これは何かというと、自分家にどんな危険があるかっていうのが、マップで見れるのね。だいたいこうね、この辺かなっていうのを、やったら、左上に情報っていうのが出てくるんですね。この情報っていうところを押したら、ここにさ、書いてあるでしょ、いっぱい。洪水、土砂災害、高潮、津波。これを押しますと。はい。すると、ほら、色がつきますよ、マップに。そしてここにさ、何メートルがなんぼっていうのがあるでしょ。これ宮崎市ですけど、宮崎市って大きい川があるんで、ここはもし氾濫したらってことだと思うんですけど、この色ね、この色でしょ。0.5から3メートル。そう、結構大きい川なんで氾濫するとこのくらい浸かるよって。っていうのが色で分かれます。これ川から離れると色がどんどん薄くなるんで、とかまた別の川がね、あったりとかするでしょ。そう。洪水が起こると最大こんくらいですよみたいなのがもう可視化できるんですよ。で、しかもこれ重ねるハザードマップなんで、さらにここに、ね、今洪水しか出してないけど、津波っていうのがあるんで、津波を重ねますよと。そしたら重なりました。はい。津波、はい、こっちが太平洋ですから、ね、日向灘、南海トラフがこっちにね、来ると言われておりますから、津波を押しますとですね、一気に、はい、海沿いに色がつきます。このように。この宮崎港あたりはもう5メートルから10メートルとね、こんな感じになってますが、これをまずやりましょう。まず引っ越す時にこれで選ばないといけないよねっていうのもあるんだけど、もう今住んじゃってる家があるんで、今住んでる家にどんな危険がどのくらいあるかっていうのをまずこれで知ってください。洪水が来るのか、津波が来るのか、土砂災害が起こるのか。で、あと家のタイプもありますよね。マンションなのか、一軒家なのか、2階建てなのか、10階建てなのか、全然違いますよね。例えば、土砂災害リスクがあります。一軒家に住んでますとかだったら、もう大雨とか多少の地震でも避難した方がいいよね。だからそういう人はリュック買うで正解なんですよ。ただ、周りに山もない、川もない、海もない、水害のリスクが全くないこういう白いところ。で、例えば、大きいマンションに住んでます。しかもまあまあ新しいので、崩れることもまあそうないだろうなみたいなことになったら、もう避難しないんですよ。それは。それはもう避難しないわけ。なんで安全なのに家から出ていかなきゃいけないのって話になるじゃないですか。だから、避難しない体で自宅避難という形で備えをしなきゃいけないんですよ。うちは水害のリスクがあるんだけど、フロアが高いので、もう避難しない体です。地震10秒診断、これもやってください。これもおすすめです。自分の郵便番号を入れます。30年以内に起こる地震の予測、震度6強、確率11%。こんな感じで、どのくらいの地震が起こるのかっていうのが出てくるんですけど、ここはまあいいとして、これですごいいいなと思ったのが、この下のとこね、停電5日、ガス24日、ほら、断水36日。こんなに止まりますよって、これ最大ね。こんなに止まるんだっていうのが分かったら、やべえってなるじゃないですか。その後に何をどのくらい備えるかっていうので、これがめちゃくちゃ便利です。東京備蓄ナビ。今すぐ備蓄を始めるってあります。押しますと、入力する欄が出てきます。一緒に住んでる人は何人いるのか、子供なのか大人なのか、高齢者なのか、ペットはいるのか、一軒家か賃貸かみたいなところが出てきます。ね、こんな感じでね、入力していきますよ。はい、こんな感じでリストが出てきます。必要な備蓄の目安7日分。これ良くないですか？で、私はいつもここをね、一番見てほしいんですよ。水55リットル。このさ、水の量もさ、なんとなく備えたりしてませんか？私もそうだったんですけど、前ね。子供だったらとか大人だったらもうぶわって計算してくるんで、もうこれに頼っちゃいましょう。もうこれね。もうね。あとね、一番水なんですけど、次にもうずっとこう食品がブワーって続いてて、で、これをこのまんま準備しろってわけではなくて、まあ参考に7日分です。7日分ストックしてください。3日分はもう最低限です。3日じゃ来ませんよ、物資は。
よくテレビで見かける、避難所の体育館の中でさ、こうおじいちゃんおばあちゃんが毛布くるまってって、で、こう配られてみたいなところとかもありますけど、もう実際はあれ一部の人で、もう避難できない人もいるし、体育館に入りきらない人もいたりするんですって。で、自宅避難する人もいるし、あれって本当に1割だって。まあ、食料がそのまんべんなく回ってくると思うなって。せめて水だけでも、できない人は。55リットルですけど、これだけでも、最低これだけでもやってください。ってな感じで、ちゃんと自宅にどんなハザードがあるのかを確認して、何が起こったらどうするのか、避難するのか、自宅避難なのか、どうするのかっていうのを考えた上で、何をどのぐらい用意するのか。避難するなら避難する。避難しないならしない程で、家に備えるのか、リュックに備えるのか、両方なのかっていうのを考えてもらって、でっていうね、こんな感じでまず防災の、まず第一歩的なところをいつもお話ししてるんですが、YouTube でも改めてお話しさせてもらいました。